誰でもできる合同会社の作り方。こんにちは、マイクロ個人です。今日は何か大層なイメージがある会社設立のお話をします。そんな簡単に短時間でできちゃうのと驚くことしきりの一連の流れを今回は簡単に紹介いたします。さて、会社といえば有名なところでは株式会社が、または以前は有限会社がありましたが、それよりもかなり敷居の低い合同会社の作り方について詳しく見ていきましょう。合同会社のメリットとして、設立の費用やランニングコストが安かったり、資金の調達がしやすかったり、経営の自由度が高かったり、株式会社と変わらないレベルの節税ができてしまいます。ということは、よっぽど必要でなければ株式会社よりも合同会社を選んだ方が良さそうですね。まず最初の段階として、合同会社は株式会社に比べて設立がとても簡単です。これからその5つの手順を述べます。用意する書類も少なめで、事前に決める必要のある項目も決して多くはありません。集中してやれば3日以内に設立を終えることができます。そんな短期間で作れちゃうの？また必要な費用として、定款に貼る収入印紙が4万円、登記に必要な定価の謄本手数料が2000円、登録免許税が6万円などとなります。だいたい10万ほど必要なわけだ。1、設立項目を決める。合同会社の設立に関する項目はほとんど基本的なことばかりです。称号や事業目的、本店所在地、資本金の金額、社員構成の決定、事業年度などです。また、会社の印鑑の作成、印鑑証明書、そして設立費用を準備しておきましょう。いわゆる資本金は、例えば創業融資を受ける際や、取引先からも確認されるところですので、ここで安すぎる資本金はやめておいた方がいいでしょう。1円からでも資本金にできる話を聞いたけど、それはダメなんか。2、定款を作る。合同会社の定款作成は手順が簡素化されているので簡単になっています。1時間もあれば作れてしまいます。株式会社のように定款の認証というプロセスがありませんし、株や株主総会がないのでとてもシンプルなものです。先ほどの設立項目の記入のほか、社員の出入りや利益の分配についてのルールを書いたりします。項目の内容が決まっていれば、定款のひな形をダウンロードして、その穴埋めをするだけで、あっという間に定款ができてしまいます。それならできそう。ちょこっと変えるだけでいいならできそう。もしあなたが電子定款に必要な専用の電子機器やソフトウェアを持っているのなら、定款に貼る収入印紙代4万円が不要になるので、そちらの方がはるかに安くつくことでしょう。さすがにそれは持ってないな。3、登記書類を作る。定款がうまく作ることができたなら、次は登記書類です。こちらもやはり簡単で、設立登記申請書、印鑑届出書、代表社員就任承諾書、本店所在地及び資本金決定書など5つの書類を作るだけです。これもそんなに難しいものじゃないのかな。ババババッと書いてできるなら一気にやってしまいたいですね。4、法務局で設立の登記をする。あとは書類を持って法務局に行くだけです。申請をした日が会社の設立日となります。いいなぁ、自分の会社を持てるなんてかっこいい。5、税務署などに開業の届けをする。また、法務局だけでなく、所在地の役所や税務署、社会保険事務所に法人設立届出書、税務署用、都道府県税事務所用、市町村役場用、
給与支払い事務所等の開設届でしょう。青色申告、健康保険、厚生年金保険新規適用届でしょうなどを提出します。これらは従業員を雇わなくても必須となってきます。わお、ここ踏ん張りどころですね。ちょっとめんどくさ感が出てきましたが、でもあともうちょっと。さあ、これであなたの会社は無事に設立できました。あとは経営者として資金調達や社内のマネジメント、外部との連携、資金管理、事業計画の策定など、多岐にわたる経営者の仕事を一つずつこなしていきましょう。いやー、そうでした、そうでした。作ったら終わりじゃなくて、作ってからが勝負でした。立ち上げても数年以内に消える会社がたくさんと聞いていたので、作ってから一件落着じゃなくて、ここからしっかり前に進まないといけません。案外簡単にできてしまう法人設立。しかも株式よりもプライベートカンパニーとして便利な合同会社を選べば、より素早く自分の会社が持てそうですね。今回も動画のご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録もよろしくお願いします。